はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄太です。皆さん、数学を勉強するにあたってめちゃくちゃ重要なことがあるんですよ。それを意識するかしないかでもう数学の点数かなり変わってくるんですけど、それはズバリ本質をつかむことなんですね。いや、そんなん分かってるわって思う方もいると思うんですけど、いやちょっと待ってください。この動画を見てもらえれば、本当に数学って全て本質でつながってるんだなっていうことを実感してもらえるんじゃないかなと思います。その数学を苦手と感じてしまう大きな要因の一つに、市販の参考書、めちゃめちゃ分厚いのあるじゃないですか。で分厚いの見て、でマイページマイページに解放の要点みたいなのがあって、いや要点それぞれ違うし、なんかもう覚えること多すぎるわと、それでですね苦手意識持ってしまう方多いんですね。でもですね、その考え方が違うんですよ。もう数学の点数をちゃんと取れる人っていうのはそういう見方をしないんですね。もう実際のところ全ページの中で押さえなきゃいけないポイントっていうのは本当に少しなんですよ。結局ですね、たくさん要点がある中で本当に大事なものは一部の抽象論、抽象的なある考え方があって、そこからちょっとずつちょろちょろっと派生してるに過ぎないわけなんですね。イメージとして 1×1 から 99×99 まで書かれた表があった時に、こんなに全部覚えなきゃいけないのっていう風に、じゃあもう掛け算無理っていう風になる。それはですね、違うじゃないですか。本当に押さえなきゃいけないのは 1×1 から 9×9、九九ですね。九九と筆算の方法、掛け算のルールですね。そこだけ押さえとけば全部わかるのに、全部こんな要点たくさんあってわかんないよってなってるのと全く一緒な状況なんですよ。そしてですね、スターディ、つい先日、徹底基礎講座、数1と数2の2講座をですね、開講したんですけど、簡単に言うと、点数を上げるのに超特化した講座を出したんですね。そこでもですね、超本質だけをですね、掴んでいった上で、じゃあその本質に基づいて、それぞれの要点がどういう関係性になっているのか、そこを意識して、そこをベースに、そこが一番重要だっていうふうに話して、講義を進めているわけなんですよ。その数1、数 A、数2、数 B と4つある中で、数2がですね、数2が一番分量としても多くて、その苦手としてる人も多いんですね。たくさんですね、覚えなきゃいけないことがあって大変だっていう風に感じる方もいるんですけど、実は本質っていうのはめちゃくちゃ少ないんですね。そういったことをですね、一番実感してもらえるのが二項定理と多項定理の流れ。二項定理、多項定理、聞いたことない方もいるかもしれないんですけど、要はですね、要点をまとめればもう6文字まとめられるんですね。6文字だけど要点を押さえなくて、とりあえず公式だけを丸覚えしている。二項定理の公式を丸覚え、なんかたくさん長いのずらーっと何書いてあるな、わかんないなと。でじゃあ多項定理になったら、うわ多項定理また変な公式出てきたよ、これもこれで押さえようみたいな、もうこれで覚えていく。そんなことしてるから覚える量を多く感じてしまうんですね。結局二項定理、多項定理ともに6文字で大丈夫っていうその基本を押さえていれば、基本さえあれば二項定理にも多項定理にもいくらでも応用が効く、さらに別のところにも応用が効いていくという、そのですね、いかに本質をつかんでそこから派生させていくことが重要かっていうことを分かってもらえるんじゃないかなと思います。ということで、今から見てもらう動画はですね、徹底基礎講座のある意味ではサンプル動画になってしまうんですが、とにかくこの動画最後まで、2講座分ですね、2講義分になっているので、その2講義分見てもらえれば、基本でこうやって押さえていく、新しく学ぶ内容をこういう風に見て本質をつかんでいく。じゃあ次に多項定理って応用問題、応用的な内容になった時に、これをこういう風に流用させればいいんだ。でそれっていうのは数2の二項定理、多項定理だけじゃなくて、他の全ての分野においても成り立つことなんだっていうことをですね、ぜひですね、今後勉強するにあたって意識してほしいなと思うので、ぜひこの動画を見て学んでもらえたらいいなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、それでは徹底基礎講座数2編やっていきます。数2なんですけど、数1、数 A、数2、数 B の中で一番分量が多いんですね。だけど、分量が多い代わりにかなりパターン化しやすいんですね。だからそのパターンさえ押さえれば得点源にできると。しかもですね、実はですね、原理原則、本質をしっかり押さえていれば覚えることって意外と少ないんですね。だからしっかりと、この講座を通して本質から一個一個基本をしっかりと学んでいきましょう。そしたらですね、どの大学にも通用する力っていうものがついてきますので、ぜひですね、一緒に頑張っていきましょう。じゃあ最初ですね、
例題1の1、二項定理から始めていきます。まずですね、もう二項定理、覚えることが大変だという方もね、結構多いんですけど、もう覚えなくて大丈夫です。もう本質はこれですね。はい。二項定理は場合の数だ。場合の数だっていうことを押さえていれば応用も効きますね。はい。どういうことか。まず、括弧1。x プラス y の4乗を展開せよ。こういうね、展開をしていくっていうのが二項定理の話なんですけど、x プラス y の4乗。普通に展開していけばいいじゃんと。二項定理なんですけど、括弧1。x プラス y の4乗を展開って言われたら、普通に展開していけばいいじゃんと。x プラス y の2乗が x2 乗プラス 2xy プラス y2 乗。で、その2乗をすればいいわけでしょっていう。それでももちろんね、できるんですけど、今回はそれをやっても意味がないので、ちゃんと二項定理を押さえていきましょう。まずですね、そもそも x プラス y の2乗のこの公式っていうものはどういうふうに生まれたかというと、x プラス y かける x プラス y っていうものを計算する。こういうことによって出てくるわけですね。x, x, x, y, y, x, y, y と。こういうふうにやってあげることによって、x かける x 足す x かける y 足す y かける x 足す y かける y と。こういうのが出てきて、同類項をまとめて、こうなるわけなんですよ。この公式が出てくるわけですね。同じように x プラス y の3乗も、公式はあるけれども、どうして出てくるのって言われたら、はい、これを、これ2乗。この2乗の部分だけまず計算して x2 乗足す 2xy プラス y2 乗にして x プラス y っていう風に後でかけてあげるっていうこともいいんですが、この展開のところで、数1の方で徹底基礎講座を取ってくれてる方は、これ学んだと思うんですが、こういう風に3つですね。こういう風に直で全パターン展開してあげるっていう方法でもできるわけですね。こういう風に。これが全パターンなんですけど、要はこれ展開してあげると、xxx の場合、xxy の場合、みたいな感じですね。xyx、xyy。で、残り y から始まるやつっていう。こういうふうに全パターンを列挙してあげて、最終的にですね、この同類項をまとめることで、展開公式が出てくると。こういうふうに展開できると。こういうふうに展開できるっていうことが今回の二項定理の本質を抑える上ですごく重要になってくるわけなんですけど、はい。とにかくこういうふうに、まず全部バラで出していく。で、その同類項をまとめる。その2ステップで考えていくとうまくいくわけなんですね。はい。じゃあ、x プラス y の4乗っていうのをどういうふうに考えていけばいいのか。同じようにですね。x プラス y、x プラス y、x プラス y っていうのがあるわけなんですけど、はい、今回もですね、同じようにこれで考えていきましょう。そうすると、ちょっとなんかたくさん書くことになりそうで、こんがらがって嫌だなっていうふうになるわけじゃないですか。じゃあちょっとですね、戻って考えていきましょう。ここで8個出てきたわけですね。ここの x プラス y の2乗では1、2、3、4項。ここで4項っていうの項は項ですね。この4項出てきて、x プラス y の3乗だと1、2、3、4、5、6、7、8の8項出てくるわけですね。で、それを同類項をまとめるわけだけど、この4項、8項って実は場合の数的に考えたら当たり前で、要はですね、それぞれの括弧に、こういうふうに xy っていう箱を考えてあげると、この1個目の箱、括弧内ですね、から xy のどっちかを取り出す。2個目の箱から xy のどっちかを取り出すっていう、要は重複順列ですね。の個数と一致してるわけじゃないですか。1個目から xy の2通りある。2個目も xy の2通りある。だから 2×2 で4個。こっちは同じように1個目で2個。2通りあって、2個目でも2通りあって、3個目でも2通りあって、xy、xy、xy で8個出てくるわけですよ。同じように考えると、ここでは16個出てきちゃうわけですね。めんどくさいなと。書き出すのはめんどくさいわけなんですけど、結局は後で同類項でまとめるので、これ x4 乗と x3 乗 y と x2 乗 y2 乗と xy3 乗と y4 乗。この項がそれぞれ何個ずつ出てきますかっていうことさえ分かれば、もうあとは、それでいいわけなんですよ。列挙しなくていいと。じゃああとはこれを何個ずつ出てくるのかなって考えるのがこれ倍の数ですよね。例えば、ここの部分で言うと x2 乗。要はどっちも x を選ぶ場合っていうのは1通りある。だから x2 乗の係数は1。じゃあ xy はって言ったら、この xy、2つの箱のうち x を1個、y を1個選ぶ
順列の個数に一致しますよね。だから、xy の場合と yx の場合で2個出てくる。y2 乗は当然1個。じゃあ3乗の場合はって言われたら、x3 乗の項は、この3つの箱のうち3個とも x となるような場合の数。要は1個ですね。じゃあ一方、x2 乗 y はって言ったら3個のうち2個が x、y が1個となるような、要は x、xy の並び替えっていう風になるので、これ3通りですよね。xxy、xy、xy、xx。で、xy2 乗はって言われたら、同じように xyy の並び替え。y3 乗はって言ったら yyyy の並び替えっていう風になるわけなんですよ。じゃあもうお分かりですよね。これが場合の数っていうことを考えていけば当たり前だっていう風になるわけなんですよ。このxy4 つの箱の中からしっかりとですね、x とか y どっちかをそれぞれ1個ずつ取っていくわけなんですけど、x4 乗はって言われたら全部 x の場合ですよね。つまり1通りしかないんですよ。だから x4 乗の係数は1で確定する。じゃあ x3 乗 y はって言われたら、はい、この4つの箱のうち3つ x を選んで y を1個選べばいいわけなんですよ。つまり xxxy の並び替え。xxxy だったり xxyx、xyxx、yxxx と、その4通り出てきますよね。よろしいですか？じゃあ x2 乗 y2 乗はって言われたら xxyy の並び替え。要は、4c2 ってなるんですけど、要は6と。で、次、4。次、1っていう風になって、こういう風に求めることができるわけなんですよ。よろしいでしょうか？はい、これで展開ができるわけなんですね。二項定理を一般化後でするんですけど、途中でね、これ6の部分 4c2 っていう風に言ったわけじゃないですか。これがですね、場合の数の本質をね、まさに表してるんですけど、ここの4の部分は 4c3、ここの1の部分は 4c4、ここ 4c1 みたいな感じで、係数をそれぞれ考えていくことができるというわけなんですね。一般化すると、はい、二項定理っていうのは何かというと、x プラス y の n 乗、これの展開公式が、はい、二項定理っていうのは、こういうふうに x プラス y の n 乗をこういうふうに展開できますよと、ちょっと n 切れちゃって申し訳ないんですけど、こういうふうに展開できますよということなんですね。はい。これは割と論理を考えれば当たり前なんですね。ここの部分見てください。はい。要は x プラス y が n 個並ぶわけじゃないですか。xy が n 個並んで、で、全部項を列挙したら、2×2×2× 点々点と2の n 乗個の項が出てくる中で同類項をまとめていくと。じゃあそのうち xn-k 乗 y k 乗の項はどういうふうになってるのかなっていうふうに考えた場合に、はい、この n 個のうち n-k 個の x と k 個の y を並び替えた順列の数になりますよね。それって要は n 個の場所から y の k 個、k 個の y を選ぶ場合 nck に一致するというふうに考えてあげれば、これ場合の数でうまくいくんだなと。さっきのも、これ 4C0、4C1、4C2、4C3、4C4 っていうふうに入れたのと一緒で NC0、NC1、NC2 点々点というふうになっていくと。これが二項定理なわけですよ。二項定理。二項定理の本質は場合の数、常に場合の数を、イメージしてあげれば大丈夫です。常にぜひね、他の場合でも必ずね、意識してほしいなっていう感じなんですね。意識することによって、間違いがなくなると。要はなるべくですね、公式いろいろある中でギュッと圧縮していきたいんですよ。本質さえつまめば、もうこの本質さえ分かれば、この公式もこの公式もこの公式も全部まとめて理解できるよねってなれば、ここだけ押さえて、あとはその場でその場でしっかりと導いていくっていうことが数学をですね、マスターするコツなんですね。じゃないとやってらんないわけなんですよ。で、しかもですね、それをしないと応用が効かない。要は、ここの公式は押さえた。ここの公式は押さえた。でも、ここの元をたどってまた別のところにたどり着いていく。ちょっと応用したものっていうところに自分でね、対応できなくなってしまうわけなんですね。だからまずここを押さえて、ここからこういうふうに派生していくんだよっていうこのロジックを押さえれば、ちょっと応用を効かせた問題も解けるようになると。だからそこの部分をしっかりと僕はですね、この講座を通して教えていきたいと思うので、ぜひですね、マスターしてもらえたらいいかなと思います。はい。二項定理の本質は倍の数だということですね。はい。じゃあ、括弧に 2x-3 の5乗を展開せよというふうに言われた場合は、はい。2x とマイナス3っていうものを選んでいくわけなんですね。2x マイナス3と。
これを5個選んでいくわけなんですよ。よろしいでしょうか。だから、これを5個選んでいく中で、2x を5個選ぶ場合と 2x を4個、マイナス3を1個選ぶ場合、2x を3個、マイナス3を2個選ぶ場合、点々点とそれぞれ出てくるわけなんですね。はい。じゃあまずですね、2x を5個選ぶ場合っていうのが、これ何個あるかっていうと、当然1通りですね。まあ 5c0 と。次、2x を4個選んで、マイナス3を1個選ぶ場合っていうのは 5c1 個あるわけですね。っていう感じ。2x を3個選んで、マイナス3を2個選ぶ場合っていうのは、まあ、5個の中から、マイナス3を2個選ぶ場合だから 5c2 っていう感じですね。あとはもう以下略でいいですよね。5c3、2x の2乗かけるマイナス3の3乗。これをあとは計算してあげればいいわけなんですよ。まあ、ちょっとね、大変ですけど、これを計算してあげると、はい、こんな感じで 32x5 乗引く 240x4 乗足す 720x3 乗引く 1080x2 乗足す 810x 引く243というふうになるわけなんですね。はい。まあこれ展開するの大変だと思うんですけど、二項定理を使えば、まあできなくはないと。まあどうせめんどくさいですけどね。はい。こういうふうにやっていけばできるわけなんですね。しっかりと場合の数、これを選ぶのが何個の時に何通りあってっていうふうにしっかりと一個一個追っていけば問題なくできるわけなんですよ。じゃあ最後、括弧3ですね。はい。a-3b7 乗の展開式で a5 乗 b2 乗の項の係数を求めようと。これはですね、まあ要は、a-3b7 乗を展開するとですね、こんなごちゃごちゃしてくるわけなんですけど、もう展開しなくていいと。展開したうちの a の5乗 b の2乗だけでいいよっていうふうに言われてるわけなんですよ。そこだけ考えればいいよと。そしたらもういいですね。a とマイナス 3b っていうものが7個、箱があるわけなんですよ。7個箱があって、この中からそれぞれ a かマイナス 3b かが選ばれるわけなんですけど、a の5乗 b2 乗になるためにはどういうふうになればいいかっていうと、はい、a が5個、マイナス 3b が2個と選ばれればいいわけですね。よろしいでしょうか。だから、これ要は a5 乗かけるマイナス 3b の2乗と。これが1項あたりのものなんですね。で、この1項あたりこれだったものが、じゃあ何個出てくるのって言われたら、はい、7個のうち a が5個、マイナス 3b が2個。まあ、a、マイナス 3b、マイナス 3b の並び替えというわけなので、7c2 というふうになるわけですね。これが個数。こういうふうに1項あたりのものを求めた上で個数をかけてあげる。こういう考え方でいいわけなんですよ。まあ、これはですね、反復思考の確率と似てますよね。数 A でやる。はい。まあ、とにかくこれを計算してあげれば、189A5 乗 B2 乗になるので、係数はって言われたら189が答えと。こういうふうになると。とにかく、もう場合の数だと、この XY が N 個あって、はい、X が N-K 個、Y が K 個選ばれる場合は NCK 個数ありますよねと。1項あたりがこれ。で、その個数がこれっていうイメージをしっかりと持っておく。そうすることによって二項定理に限らず、ここから出てくる多項定理。なんなら教科書に載ってないような4つ、5つ、6つとかいう風になったとしても全部対応できるようになるというわけですね。例題1の1はこれで終わりなんですけど、この後練習1の1に入ろうと思います。で、練習の位置づけはですね、例題の確認的な要素があるので、しっかりとですね、今回の復習をした上で自分で解いてみて練習の1の1の動画を見てもらえたらいいかなと思います。ということで、例題1の1以上です。はい、それでは例題1の3、多項定理やっていきましょう。多項定理ですね。二項定理の本質何でしたか？場合の数ですね。その場合の数を使ってあげれば多項定理も楽勝なんですね。はい。いかに本質を捉えてあげることが応用につながる。なんなら多項定理自体の基本なので、その基本同士もいろんなものがある中で、その1個つながっているものの中心さえ抑えれば、いろんなものが理解できるっていうことを実感してもらえたらいいなと思います。はい。じゃあまず、カッコ1ですね。カッコ1、6文字。待って、ちょっと待って。急に倍の数じゃないかいって思うかもしれないんですが、はい。だって多項定理の本質倍の数だから倍の数からやりましょうと。カッコ1、6文字 x、x、y、y、y、z を一列に並べてできる順列の総数を求めようと。
なるほど。x が2つ、y が3つ、z が1つ。これを並べてできる順列の総数を求めよう。これはもうですね、数 A の中でも基本中の基本の問題ですね。これですね、いろんな解き方があるんですけど、2つの方法を紹介しましょう。まず、丸1。要は6箇所入れる場所があって、その中に x2 つと y3 つと z1 つを入れていくわけですね。この中に入れていくわけなんだけど、まずですね、z、少ない1文字の z をここの中に入れる場合の数っていうのは6通りありますね。6、4、1あると。6通り。で、残りの5箇所の中から、この x の入る場所を選んであげればいいから、6、4、1×5c。で、6×5c には10。で、60と。いうふうにやるのが1通りの方法。2番目の方法としては、6文字すべてをですね、別物として見てあげると。x1、x2、y1、y2、y3、z というふうに見てあげれば、はい、これの並び替え順は6の階乗通りですよね。6の階乗通りだというふうになるわけなんですけど、勝手に置き換えちゃったわけですよ。ダメだよっていうふうになるわけですね。でですね、x1、x2 の場合があれば、x2、x1 の場合があって、それらは同様にですね、順列の個数は同じになる。同じように y1、y2、y3 があれば、y1、y3、y2 もあるし、y2、y1、y3 もあるし、要はこの y 同士の並び替え順っていうものが6通り、3の階乗の6通りあって、その6通り全てについて同じ数だけ出てくるわけなんですよ。それ以外がね、全く一緒の条件だから。ということから、2の階乗かける3の階乗分だけダブって数えちゃってるわけなんですね。ということで、もう一つの方法として2の階乗3の階乗分の6の階乗。よくですね、公式として1の階乗とか入れる方もいるんですが、これ結局計算したら60になると。はい。これを定式化するならば、x2 個 y3 個 z1 個だったら、まず全体の6の階乗を求めて2の階乗、3の階乗、1の階乗で割ればいいみたいな感じ。でも理屈は抑えなきゃダメ。6の階乗全部バラバラに考えた上で、x1、x2 入れ替えても、y 同士を入れ替えても、それらが全て同じ数ずつ出てきちゃうから、それでちゃんと割ればいいよねっていうだけの話ですね。はい。こういう2パターンの方法がある。倍の数やったなという感じですね。倍の数やったな。でも今学びたいのは多項定理なんだよな。はい。多項定理に生きてくるんですよ。括弧に。x プラス y プラス z6 乗の展開式で x2 乗 y3 乗 z の項の係数を求めよう。これが多項定理。二項定理だったら、なんとか足すなんとかのなんとか乗みたいな感じだったじゃないですか。2項、2つの項を足し合わせたもののなんとか乗だったものが多項定理。多いですよね。2もですね、多いっちゃ多いかもしれないんですけど、一般的に多項定理って言ったら3項以上のことを指す感じですね。はい。3つが足されてますね。他のカッコ3もカッコ4もそうなんですけど、3つ以上足されている場合にどうやって考えていくか。はい。x プラス y プラス z の6乗も全く一緒ですね。二項定理と一緒。要は、x 足す y 足す z かける x プラス y プラス z かける x プラス y プラス z かけるっていう風に、こう6個ですね、あるわけじゃないですか。ちょっとこれ縦に並べてますけど、この x プラス y プラス z かける x プラス y プラス z かけるっていうのが6個並ぶと。その中でですね、それを実際に展開してあげるとですね、どういう風になるかっていうと、これ要は全パターンが出てくるわけですよ。こういう x×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 x の場合もあれば、x×z×z×y×y×z×x みたいな、いろんなパターンが出てくるわけじゃないですか。もう要はそれぞれについて全ての場合が出てくる。この中で3個選び方あるし、3個選び方あるしっていうので、要はこの中で3の6乗項ですね。項が出てくるわけなんですよ。要は729個も出てきて、そんなん書き並べられるわけないですよね。で、そのうちですね、じゃあ同類項でまとめようっていうふうに思うわけですよ。はい。3の6乗項のうち同類項でまとめてあげることによって、うまくいくわけなんですが、じゃあ、括弧にですね、x2 乗 y3 乗 z の項の係数を求めようっていうふうに言われたら、それ、いろんなのが出てくる中で、はい、x2 乗 y3 乗 z っていうものになるような項っていうのは、要は何個ですね、これが出てくるのかなっていうことを考えてあげればいいわけなんですよ。つまり、6個、こういう括弧がある中で、x が2個選ばれて、y が3個選ばれて、z が1個選ばれればいいわけですね。
だからこれ x, x, y, 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 z って選ぶ場合もあれば、はたまたですね、例えば x, y, x, y, y, z っていう場合もあるしとかね、z, x, x, y, y, y とかあるわけだから、結局ですね、何個あんのって言われたら、この x, x, y, 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 z の6文字はですね、並び替えた個数になりますよね。よろしいでしょうか。じゃあそれ並び替えた個数はって言ったら、あれカッコ1でさっきやったじゃん。はい、終わり。これですね。2の階乗、3の階乗、1の階乗、6の階乗と。終わりと。これでできるわけなんですね。答えは60か。こんな感じでできるわけですよ。よろしいでしょうか。だから、しっかりと本質が分かっていれば、はい、それぞれ x, y, z。これが何個ずつ出てくるのっていうことを押さえれば、もう一発ですね。だから、2、3、1だなと。2個、3個、1個あればいいんだなと。全部で6個出てくるわけだからね。全部で6個のうち2、3、1あればよくて、じゃあ2、3、1ってことは1個あたりで考えると x の2乗、y の3乗、z の1乗。じゃあその1個あたりが何個あんのってなった時に、この2の階乗、x, x, y, 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 z の並び替えで2の階乗、3の階乗、1の階乗分の6の階乗で求められるよっていう話なんですね。だから、こんな感じでしっかりとですね、本質を常に押さえていく。括弧3も x-2y-3z の7乗と。これの展開式で x4 乗 y2 乗 z の項の係数ってことは、この x と -2y と -3z が何項ずつあればいいの？これはもう明らかですね。4項、2項、1項あれば係数として x4 乗 y2 乗 z になると。としたら、これからまず1項あたり何っていうことに着目すると x の4乗 ×-2y の2乗 ×-3z。これが1項あたり。じゃあその個数はって言われたら x を4個並べて -2y を2個。-3z を1個、その合計の7個を並び替えた、順列の総数ですね。だから、まず全部バラバラに考えてあげたら7の階乗あるけども、4つの x と -2y の2個ですね。1の階乗、書いても書かなくてもいいんですけどね。それを、並び替えた分だけダブリがあるから割ってあげましょうねっていう、これだけ。これ計算すると、まずこれで 5×6×7 が出てくるわけですね。で、ここで2約分されるから 3×5×7、105。105と、このマイナス2の2乗、4とマイナス3のマイナス12か。4× マイナス3が出てきて、x4 乗 y2 乗 z と。だから係数はこれ。計算すると、マイナス1260というふうになるわけですね。よろしいでしょうか。こんな感じで、何項ずつあんのって考えて、それを1項あたりとその個数で考えてあげればいい。で、一応ですね、ここの部分がですね、公式っぽくなってるんですけど、理屈を考えたら当たり前で、なんならこれじゃなくていいっていうのも分かりますよね。x4 つ、-2y2 個、-3z1 を並び替える順列を求めるのであれば、これですね、まず -3z を入れる1箇所を求めてあげる、かける残りの6個から -2y を入れる 6c2 を求めてあげる。これで105なんですよ。105、一緒でしょ？こんな感じで、この公式、これを丸覚えしてしまうとですね、それが応用効かなくなったりしてくるんですね。例えばじゃあ3個だったけど、4個だった時どうなの？ 5 個だった時どうなのと。単純にですね、7の階乗でずらーっという風に並べていくっていうのでもできるんですけど、それがですね、なんでできるんだろう。なんか、同じノリでやればいいのかなっていう風にやると、結局ですね、不安定ですよね。不安定。今回はたまたま良かったとしても、じゃあ別の単元になった時に応用聞くの、たまたま合ってる場合もあるし、今回はうまくいかないっていうような場合もあるし、みたいなね。だからちゃんと本質を理解していれば、これでいいんだっていうことがすぐわかるわけなんですよ。よろしいでしょうか。一応、括弧4も、そこまでいけばですね、何も難しいことはないんですけど、これの展開式で x5 乗の項の係数を求めようと言われたら、はい、これ、x2 乗とマイナス x と2が何項ずつあればいいのかなっていうふうに考えていくわけですね。でも今回はですね、パッとですね、x5 乗、なんか何項あればいいかってすぐわからんなっていう感じなんですよ。だから p、q、r と置いちゃいましょう。ね、文字で置くっていうのが基本ですよね。前回も話しましたが。ということで、p プラス q プラス r が5っていう制限の中でどういうふうになればいいかというと、はい、p が 2p 足す q ですね。次数としては 2p プラス q になるわけで、それが5になりますよっていう式を立ててあげれれば、あとはこの p と q と r をこの式を見て求めていけばいいというわけなんですよ。よろしいですかね。
まあこれですね、どういうふうに考えていけばいいかっていうと、ぶっちゃけですね、P、Q、R は整数に限られるっていうことから、しらみつぶしに考えていけばいいんですね。ここから、例えば P イコール2がマックスですね。その時 Q イコール1になる。P イコール1の時は Q イコール3になる。P イコール0の時は Q イコール5になるわけですね。で、これらそれぞれについて、これを入れていくと、まあ、で、R が、この場合は2になるわけか。これは R が1、これは R イコール0というふうになるわけですね。だから、複数パターン考えられるんですよ。P が2、Q が1、R が2の場合もあれば、1、3、1の場合もあるし、0、5、0の場合もあると。はい、わかりますかね。じゃあ、2、1、2出る場合っていうのは、x の5乗の項としてはどうなるのかなっていうふうに考えていく。はい、ちょっともう一回やり直すと、x2 乗 -x プラス2の5乗の出てき方として、2、1、2から始まり、1、3、1、0、5、0というふうになるわけですね。じゃあ、それぞれですね、どういうふうになるかっていうと、1項あたりで考えると、x2 乗の2乗かけるマイナス x の1乗かける、1乗省略、2の2乗と。これが1項あたり。じゃあ、それが何個あんのって言われたら、2個の x2 乗、1個のマイナス x、2個の2を並び替える順列になる。まあ、だから、マイナス x の置き場と、残りですね、4C2。2の置き場とか考えてあげればこれでできるわけですね。はい。あえて公式を使わなかった。今回は。同じように131の場合は、まず1項あたり何かなって考えたら1項あたりこれですね。1項あたり。で、じゃあ、この1個の x2 乗と3個のマイナス x と1個の2を並び替える方法って言ったら、まず x2 乗を入れる場合、2を入れる場合で終わりと。はい。まあ、これちょっとね、意味が変わってくるんで、こういうふうにちょっと分けますね。見やすいように。で、最後、0、5、0。これはですね、マイナス x を5個選ぶ場合だけなので、これで終わり。一通りですよね。もちろん。マイナス x を5個並べ替える順列は一通りに決まっている。ということでですね、これそれぞれ計算してあげると、これが6だから34、マイナス120か。これは20とマイナス1とマイナス2だからマイナス40か。で、これはマイナス x の5乗と。よろしいでしょうか。要は212で出てきた場合、マイナス 120x5 乗になるし、131になった場合、マイナス 40x5 乗っていうのが出てくるし、050の場合、マイナス x5 乗っていうのが出てくると。要はずらーって並んでる中に、まだ同類項としてまとめられるんですね。これらをしっかりとまとめてあげれば、マイナス 161x の5乗、係数はマイナス161になりますよっていうことがわかるわけなんですよ。よろしいでしょうか。こんな感じで多項定理も、括弧1の倍の数の延長線上で、括弧2、括弧3、括弧4があると。でですね、多項定理。よくわかんないけど、とりあえず2の階乗、1の階乗、2の階乗、5の階乗っていう風にやっていけばいいや、みたいなね、思ってる方はですね、ある程度解けるようになるかもしれないけど、じゃあちょっと変化球が投げられた時に、それに対応できなくなってしまうので、しっかりと基本、原理、原則から本質を抑えていく。で、応用していくっていうことを今後ですね、意識してもらえたら、数学力っていうのがガンと上がっていくんじゃないかなと思います。今回のようにですね、2項定理は倍の数考えていって、で、1項あたり何なので、その項が何個あんのっていう風な2ステップで考えていけばいい。で、それっていうのは多項定理でも一緒だよねっていう話、その流れっていうものをしっかり意識すれば絶対解けるわけなんですけど、そういったですね、本質部分っていうものを今後もですね、しっかりお話ししていこうと思うので、ぜひですね、マスターしてもらえたらいいかなと思います。ということで、例題1の3以上です。